前回はカンナを使った象眼技法を紹介しました。今日はゴムベラとスポンジを使った技法を紹介します。これは化粧土といって白い粘土などを水で溶いたものです。まずはこの鉢にゴムベラを使った技法を紹介します。化粧土を塗り込みます。前回のカンナ象眼の時より少し水を足して薄めています。カンナ象眼の技法は前回の動画で紹介していますので、そちらもご覧ください。模様に塗り残しがないように刷毛を上下左右に動かし塗り進めます。塗りの厚みを整えています。塗り終えたらすぐにゴムベラで化粧土をかき取ります。化粧土が乾き始めるとゴムベラでかき取りにくくなるので、素早く作業を進めます。かき取るたびにこのようにゴムベラをきれいにしておきます。ゴムベラ象眼はカンナ象眼に比べ作業時間が短く済むので、器の数が多い時にはおすすめの技法です。また器全体に模様が入っている場合には有効です。この技法の欠点としては、一気に仕上げることができる反面、塗りムラができやすいところにあります。その際は化粧土を塗り足す微調整が必要です。これで完成です。次はスポンジ象眼の紹介です。カンナ象眼、ゴムベラ象眼は素焼き前に行っていましたが、スポンジを使う場合は素焼きの後に行います。素焼きをした生地は水をよく吸うので、化粧土はかなり薄めて使います。水分量が足りないと生地と化粧土の密着度が低くなり、焼いた後に剥がれやすくなります。霧吹きを使うと水分の調節がしやすいです。化粧土を塗り込んでいきます。水分が生地に吸い取られるので、刷毛を素早く動かします。全体が均一の厚みで塗れているかを見ています。スポンジで化粧土を拭き取ります。この時使うスポンジは少し固めのスポンジを使う方が拭き取りやすいです。拭いては洗いを繰り返します。
洗った後の水は化粧土が沈殿しているので捨てずに取っておきます。スポンジ象眼は塗り残しがあまりなく作業時間も早いですが、化粧土が乾く前に釉薬をかける必要があるのでスピーディーな作業が求められます。一度化粧土が乾いてしまうと釉薬をかけた時に化粧土が剥がれ落ちてしまうことがあります。釉薬をかけたら焼成して完成です。今回は2回にわたって唐津焼の象眼技法を3つ紹介しました。私はこれらの技法を状況に合わせて使い分けています。ご視聴ありがとうございました。